皆さんこんにちは。毎夜、怪談を聞きながら眠っているメイドのリコです。怖いですけど、楽しいジャンルですよね。私もちょっとだけ怪談語りしたことありますが、あれで眠れている人はいるんでしょうか？気になる方はご覧になってみてください。それでは本題。今回は初めて、小説のレビューをしようと思います。しかも、まだ書籍化されていない作品です。早速、タイトルはこちらです。異世界転生してハーレムを堪能しようとした俺様、喜怒春風の物語です。小説家になろうに連載中の作品になります。こちらの作品、作者ご本人様からレビューしてほしいと連絡が来たんです。作者は破壊の使徒 X 様です。作者のツイッターと作品は概要欄に掲載しておくので、ぜひご覧ください。将来大物作家になるかもしれませんからね。今からつばつけといた方がいいかもですよ。では、あらすじを紹介して、感想を言っていこうと思います。これより、ネタバレと批判が含まれますので、嫌な方はブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、喜怒春風の物語のあらすじはこちらです。ナローテンプレ通り、車にひかれ、死亡してしまった主人公、喜怒春風が無事、神様っぽい人の前に出ました。お決まりのように、転生させられます。その時に、転生特典として、無限大の魔力、オリンピック選手の数十倍の身体能力をもらいました。さあ、ここから異世界ハーレム生活をして存分に楽しもうという導入です。少しだけ内容も見ていきましょう。転生直後は軌道好みのうつそうとした森スタートです。陰キャなのかな？身体能力を確かめてみると、巨木を一殴りすれば簡単にへし折り、思い切り飛べば数十メートルは飛べる脚力を持っていました。その後、ゾンビっぽいモンスターに襲われましたが、白髪イケメンになんとか助けられ、魔術教団なる組織へと連行されていくことに。この世界では先ほどのモンスター、イーターが自然発生して人々を襲っている現状です。そのイーターを倒すには魔力を持った人間、魔術師が必要。しかし、魔術師は一般人よりもずば抜けて強いために、魔術教団が徹底管理しているわけです。そんな世界観を白髪イケメンに教えられて、女性ばかりがいるという教団支部へと連れてこられ、入団試験で、支部内で最弱な魔術師相手に殺される寸前まで痛めつけられましたが、なんとか入団クリア。住処となる場所も確保でき、これから教団支部でオレツ無双ハーレムを作っていくぞというお話です。この世界では弱すぎるし、性格も悪いということで、全然無双もハーレムもしませんけれどね。そうですね。忖度なしに、私が感じたことをありのままに言いますね。まず思ったのは、世界観はいいなと思います。日本人の名前ばかりだったり、和洋中の飲食店が存在していたりと、ものすごく日本寄りですけれど、移動手段は馬車だけど、通信手段にインカムとかいう科学技術があったりで時代が分かりづらくなってますけれど、魔術で作られているんでしょうね、きっと。インカムとしか表現されていないので、詳しくは想像するしかないので何とも言えませんが、科学の代わりに魔術が発展しているようですから、プラスチック製ではないですよね。描写が足りなくって、どんな道具なのか全然わからないです。そうそう、表現力。結構読者側が想像して保管しないといけないくらいに文章が少ないです。すごく文章を読むのに苦労しました。もっと情景とか人物についてしっかりと説明して叱るべきな気がするんですよ。作者の頭の中にはきちんと情景やキャラ、行動が思い浮かんでいるんでしょうが、アウトプットが弱いです。そういう表現力が低くて、どうなってるの？という部分は多々ありますし、誤字脱字もいくつか見受けられます。磨けば、良くなる、気が、する。あ、世界観についてだけですよ。ラーメンで例えると、
見た目はそこまで美味しそうじゃないなぁというのが出てきて食べてみると、見た目に反し、スープ美味しい。チャーシューやメンマ、卵も美味しくできてる。じゃあメインの麺を食べてみると、ぷよぷよですぐちぎれて口に運ぶとねちゃねちゃ歯にまとわりついてくるし口内をずっと刺激してくる劇物入ってて喉を痛めつけ食べた後もずっと口内に残り続けて舌を麻痺させ反射的に胃液が上ってきて今まで食べた具材が外に飛び出してしまうカビの生えたようなゲロまずい物。という感じ。麺さえ食べなければ美味しい気持ちのままでいられたのに、と後悔する一品です。誤字脱字とか描写が足りないとかは、こちらが勝手に保管すればいいだけだから正直そこまで気にしませんよ。文章のほとんどが一人称視点での語りだって目をつぶれます。細かいツッコミどころが多いのも、まあしょうがないよね、と思えます。どうしても言いたいので、一例を挙げますが、教団の服装について、学生服のような、と毎回言っているのですが、学生服って色々あるじゃないですか。単純に、学生服、とだけ言われても千差万別、どんなデザインの学生服なのかは描写しないといけないんです。そういう、描写が足りない&細かいツッコミが多いです。が、目をつぶれます。本筋には関係しないですから。ただね、主人公はダメですよ。自己中、自分勝手、傲慢、無責任、他者を見下し、女性を物としか考えないレイプ欲あふれるハーレム至上主義の自分最優先な俺様主人公。見るに耐えないです。小学生時から父や兄が何人もの女性と遊び、貪っていた光景を目にしていたから、性格が歪んだんでしょうか。しかし、なぜ父や兄ができていたのに、この主人公はできなかったんでしょうか。そこの背景が全く書かれていないので、同情も共感もできません。何歳なのか、どういう容姿なのか、生前の暮らしはどうだったのか。私が読んだところまででは何も書かれていませんでした。イラストとしてカスタムキャストのモデルかな、それはありましたが、ブサイクというわけでもないしひねくれた性格は想像できませんね。しかし、ある程度の年齢は言っているはずですから、クズな性格のまま現代社会に居続けなくてほっとしています。マイナスが大きすぎて、これから人間として成長していって、中身もイケメンになるから。クズな性格になった背景も今後明かされるから。と言われてもそこまで見続けていられません。ごめんなさい。どうしてこの世界にこの主人公来ちゃったかなと思ってしまいます。最初に主人公と出会った白髪イケメンの方がよっぽど主人公が合う感じがします。戦闘力が非常に高く、高青年感がある青年です。この人だけが出てくる場面が多々ありますが、そのシーンは不快感なく読んでいられますし。ですが、時々口調が汚くなるので、表裏の激しいタイプ、だと思っています。今後明かされてくるんでしょうね。おそらくなんですが。主人公を嫌って、頻繁にちょっかいをかけてくる悪役モブキャラ、というのが本作品の主人公なんじゃないかと思います。そちら側の視点で見ればまだ、ダメですね。私にはクズ主人公は耐えられません。クズ主人公がうまくいかず、ボロクソにされる姿を見たい人には良いかもしれません。異世界ものは何かと順風満帆な作品が多いですからね。こういった異色な作品も時々は良いのではないでしょうか。こんな感じで大丈夫かな。前述しましたが、世界観はいいと思います。突然どこにでも出現するイーター。魔力を持つ者すべてを管理し統治する魔術教団。日本にローカライズされている世界。この先が気になる作品ではあるんですが、主人公がね、書籍化されることを願っております。今回のレビューはいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。今回のように書籍化されていない作品でも構いません。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。
また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。